どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム文学老人と海編ヘミングウェイ、ありがとうございます。さあやってまいりました。ヘミングウェイね。口に出して言いたい文豪ナンバーワン。ヘミングウェイでございますけれども、この老人と海ってね、非常に有名なアメリカ文学なんですね。アメリカ文学といえば先ほどね、前回やりましたけれどもギャッツビーですね。グレート・ギャッツビー、スコット・フィッツジェラルド。あれが1920年代を描いた文学でしたね。この老人と海というのは1950年代、第二次世界大戦後の文学なんですね。このヘミングウェイの老人と海、ハードボイルドで老人と海、漁師、魚を釣る釣らないみたいなそういう話なんでしょ。面白いのそれ。ここなんですけども、今回ですね、僕、面白いなと思いました。どこが面白いのかというところを含めて今回ね、私がもう情熱的にエクストリームに説明させていただきますので、どうぞついてきてください。老人と海と釣りで何がおもろいのと。そんなことないんですよ。時代背景含めて考えたときに、なるほどなー。で、逆にそういう作品他になくないという。かなりワンアンドオンリーにして、しかし普遍的な作品。だからこそ、実はですね、この老人と海を決め手としてヘミングウェイはノーベル文学賞を取ってるんですね。と。さあ、ノーベル文学賞を取り、教科書でも様々扱われるこの老人と海、いかに面白いのか説明させていただきます。まず主人公、シンプルです。老人です。はい。老人の名前がサンチャゴなんですね。サンチャゴちょっと変わった名前ですね。どこの人ですか？これ実はですね、キューバなんですね。アメリカのですね、ちょっとした海に浮かぶ美しい島、キューバですね。そのキューバのハバナという場所です。Google マップで見つけたら、なるほどね、という場所にありますね。キューバの下はですね、カリブ海。上はですね、アメリカとの間はメキシコ湾と言われるんですね。アメリカがあってメキシコがある。で、そのメキシコの隣にキューバという島があるんですね。そのキューバとアメリカの間がメキシコ湾で、下がカリブ海。そのエリアわかりますね。なるほどと。確かにすごい綺麗な海のイメージあるわと。キューバですかと。ね。で、そこの漁師なんですよ。メキシコ湾でね、漁をするサンチャゴ。時期は9月です。ところがこのサンチャゴ、かなり老いてるんですね。正直もう昔はバリバリの漁師、ムキムキのマッチョでしたが、老いに老いてガリガリのヨボヨボ。はい。そのせいかですね、なんと、現在このオンシーズン、9月ね、ハリケーンが来る前の9月は漁にぴったりだなんていうのにもかかわらずですね、なんと連続84日間何も取れずに帰ってきてます。はい。84日間ですよ。サボってるわけじゃないんです。で、2ヶ月半ほどですね、何の成果もありませんでしたというですね、もう調査兵団さながらのですね、地獄絵図で、帰ってきてるんですね。そのサンチャゴが主人公でございます。そんなサンチャゴ、ね、孤軍奮闘してるんですが、一人だけ味方がいるんですね。それがマノーリンという心優しい少年です。このマノーリンという少年はですね、なんとこのサンチャゴの5歳からの弟子なんですね。5歳の頃、ね、山頂に連れてってもらった。全盛期のサンチャゴですよ。ね、連れてってもらって漁というものを教わった。そこからもう全てのテクニックをサンチャゴに教わったんだが、そのマノーリンが一発のね、漁ができるようになった頃、ね、まだ村の男たちからは少年扱いされてるけども、もう立派に俺も独り立ちだよ。なんていう年にまで育ちました。しかしそんな時にサンチャゴは完全にピークアウトしたんですね。完全にピークアウトしてるサンチャゴのこのね、もう不甲斐ないのがマノーリンは見てられなかったんですね。なんでかというとですね、この84日間の全くの成果なしのうちの最初の40日間はですね、マノーリンが弟子として同乗してたんですね。で、サポートに当たってたんですけども、40日間もですね、何にも取れなかったことでマノーリンはついに漁師に言われます。サンチャゴはもうおしまいだ。マノーリン。もうあの人と漁に出るのはやめときなさい。あなたまで何の成果もない男だと言われるぞ。別の親方のところに行って船乗せてもらった方が活躍できる。サンチャゴはもう勘も鈍ってりゃ釣りができなくなっちゃってる。もうお払い箱なんだ。もうあの師匠のところに行くな。いいな。
マノーリンはお世話になってますから、いやちょっと待ってよ父さん母さんと、いやまだサンチャゴはやれるよ、だって、いやいいからお前の未来のためだ、他の親方のところ行けと無理やり言われてですね、40日目から別の相方のところ行ってるんですね。別の親方のところ行ってるんですね。なのでサンチャゴはですね、その84日間のうち残りの44日間を一人で帰ってきてるんですよ。うわぁ、俺がいなくなったけど師匠取れてるかな、取れてない、取れてるかな、取れてない、今日も取れてない、もうかわいそうでですね、サンチャゴのところに毎日様子見に行くんですね。ね、サンチャゴ大丈夫なんですね。ああつってですね、大丈夫だ、きっと大丈夫だって言うんですね。サンチャゴはですね、ガリガリでもうヨボヨボなんですがね、目だけは不思議と死んでないっていうキャラクターなんですね。死んでないんです。まだ俺はやれるって言ってるんですね。そうかいって。俺が代わりに魚取ってこようかとかね。俺がなんか道具揃えようかとかいろいろ言うんですけど、サンチャゴはですね、かつてのね弟子にそんなに、情をね同情されてる嫌ですからね。いやいい、いやいいよいうわけですね。そうかいって。じゃあせめてさテラスでビールでもおごらせてよ。ねえ、弟子のかわいそうなね感じじゃないですか。で一緒にビール飲みに行くんですね。したらですね、84日間も何も取れてないっていうのが村中の噂になってるもんで、テラスでビールを飲みに行ったらですね、他の漁師たちがですねいじってくるんですね。おいサンチャゴ来てるぞ、おいあのじいさんまた何にも取れなかったんだろうと。おい何日取れてねえと思う。何日になったんだよ。84日間だぜ。笑い物にされてるんですね。師匠いじられてる。もう辛いですね。辛いですよ。もう芸人でもあるんですよ。もう説明しづらいんですけど、もう大ベテランの方がですね、舞台に上がってですね、人笑いも取らずに降りてくるっていうパターンあるんですよ。そんな時にですね、こう若手はですね、その全盛期のですね師匠をですね知ってる時とかですね、すごいじくじたる思いですね、こうモニター見てるんですね。いや今日も受けてないよ。本当ですか。昨日も受けてませんでしたよ師匠。あんま言うなよ。しょうがねえと言いながらですね、若手が全員舞台見てですね、師匠また受けてね。これどの師匠かは口が裂けても言えませんがあるんです。ルミネの楽屋でですね、大師匠が鳥で出てってですね、人笑いも取らずに帰ってくるとかあるんですよ。時代です。時代っていうものとかいろんなものがあるんですよ。全盛期のネタをやってるにもかかわらず、もうテンポが崩れに崩れて、人笑いも時事ネタが古くて CM ネタが古くて、もう人笑いも取れてない。それを全員が眺めながらですね、師匠今日も一匹も取れてないですっていうあるんですよ。いたたまれない。もういじられてる、もう辛いなーっていう状態ですね。ですからですね、このマノーリのサンチャゴに言うんですね。師匠やっぱり俺一緒に行きたいよって言うんですね。そしたらサンチャゴがですね、ダメだ。お前昨日どうだった？昨日は3匹取れた。一昨日は4匹。お前は今運がついてる。運がついてる船に乗ってるんだ。俺今ついてない。こっちに来んな。いうわけですね。自分が滑ってるってことはもう分かってるんです、サンチャゴ師匠はね。お前今俺と組んで舞台出ても滑るぞ。な。お前今受けてんだから。そこの相方とやれ。いうわけですね。辛いです、マノリンが。いやでもお父さんお母さんにも言われたんだろう。親父さんにも言われてんだろう。だけど本当は師匠と一緒にいいから。俺は明日勝負に出る。明日ちょっと遠くまで行こうと思ってる。ね、今までの沿岸だけじゃなくて少し遠くまで、それは冒険になるだろう。リスクも高まる。しかしもしかしたら大物に出会えるかもしれない。今までで場所変えて釣ってみるんだ。そういうこと言うんですね。師匠その間もゲラゲラ笑われてるんですね。サンチャゴがなんか明日冒険出るらしいぜ。また受けねえよみたいなね。新ネタやるらしいぜみたいなね。また受けねえのにみたいなね。あいつらみたいな思いながらですね、師匠頑張ってねなるわけですね。そしていよいよサンチャゴが明け方から出るんですね、漁に。小さい船ですよね、5メートルぐらいのね。そこに一人、かつてはそこにマノーリンも乗っていたけれども、もう今回からは今日も一人だ、冒険出るぞってですね、行ってくるっつって行くんですね。
もうそこからはなんとこの小説すごいですよ。もう登場人物で言うと、サンチャゴとマノーリン、あとはエキストラぐらいの感じなんですが、ここから、港を離れてからですね、基本的にサンチャゴの独り言もしくは生物です。すごいストイックな小説です。それもですね、基本的には鳥が飛んでたりですね、魚が泳いでたりとかですね、もうそういうこととですね、もう精神的な描写も少なくてですね、もうとにかくですね、肉体的な描写と、いかにですね、今体が痛いかとかですね、日照りが熱いかとかですね、苦しいかということの描写になります。ものすごい荒々しい、その量がですね、臨場感あるんですよ。これが量だ。確かに厳しい。ねえ。僕もね、ロケで漁をやったことがあるんですよ。幻の魚、クエを探せって言ってね、宮川大輔さんと行きました。青空レストラン。ね。漁ってのは大変だぞ。ね。もういつ来るかわかんない魚を待ってですね、これ取れ高ありますか大輔さんこれ取れ高ありますかわからへん。待つしかないんや。取れるときは取れる。取れへんときは取れへん。それしかないんや。はい。その日なんと一匹も釣れませんでした。はい。そんなことが分かってますからですね、漁ってのは厳しいんですよ。もうぐらぐら揺れる。その上でですね、日照りはある。もうね、船酔いはあるかもしれない。魚が来るか来ないか分かんない。そんなことがですね、覚悟とともに描かれますね。体節々痛い。しかし、気づいたらですね、鳥の群れがバーッといるんですね。だいぶ沖まで出てきたから鳥の群れがいる。鳥の群れがいるってことは下に何かいるぞ。パッと気づいたらですね、パーッね、魚の群れがいるんですね。小さなマグロの群れがバーッといるんですね。小さい群れだが、その周りには大きな魚がいるかもしれない。もしかしたら網を張ってるんですね。張ってた。するとですね、来ましたよ。ドーン！大ヒット。この感覚は半端じゃないぞ。網にとんでもない感触が現れたんですね。どういうことだ？来ました。巨大な魚。扱えるかどうかわからないぐらいの巨大な魚が来たんですよ。84日間の不漁の後で、よし、冒険に出るぞ。笑われながら出たら、ものすごい巨大な魚がゴーンヒットした！これだね。マノーリンは信じてたんですよ。ね。サンチャゴ、気を落とさないでくれよ。かつてもあったじゃないか。昔も87日間何も取れなかった。でもその後の3日間はもう大量だった。そんな日があっただろう。いや、そんな運はなかなかないことなんだ。あれはめったにないことだった。それを期待してもしょうがない。言ったけどもそれが来たんです。ボーン！うわ！来たぞーって言ってですね、そこからは結構なページ数、その魚とのですね、もうひたすら手綱の引き合いです。もう網がですね、もう腕を引きちぎらんばかりなんですね。これは正直すいません。長年やってきましたが、見たことないレベルのやつ来てます。引かれた瞬間、これはおそらく巨大なカジキマグロだろうということが分かりました。その巨大なカジキマグロ、かつてもいた。大きなカジキマグロがかつてもいた。カジキマグロってのは誇り高いんだ言うんですね。カジキはその時俺が対決したカジキマグロってのは夫婦のカジキマグロだった。その夫婦のカジキマグロね、旦那の方は偉いんですよね。餌があったらまずは妻に食わせるって言うんですね。おい嫁、餌あるから食えね。ジャングルの掟、海の大海原の掟ね。餌があったらいつありつけるかわからないね。鳥だってそうだ。いつ魚にありつけるかわからない。鳥の方が大変だ。いや魚の方が大変だ。俺なんてまだまだやれる。そう思いながらですね、カジキを思い出すんですね。あの時ね、俺の網に引っかかったのはメスの方の妻の方のカジキマグロだった。それをですね、俺が森で刺して取って船にあげてもずーっとその後もずーっと旦那の方はね、その妻がですね取られたことを見ながらずーっと船についてきた。誇り高いじゃないか。誇り高きカジキマグロのおそらくそれを何倍もの大きさのカジキだね、わかるわけですね。ぐわーってそれからですね、もう網を体に巻きつけてですね、体が引きちぎれそうなんですね。痛い。もう背中が痛いなんてもんじゃねえ。はっきり言おう。感覚がない。感覚がないんですよ。もう老体がですね、もう巨大なですね、カジキに引っ張られて、もう一生懸命引くんですけどね、船に釣り上げるどころの騒ぎじゃないんですよ。気づいたらですね、船ごと引っ張られてるんですね。やばいです。もう船ごと、これはもう、俺の船なのか、カジキの船なのか、
舵機と船の、なんかその接着部品みたいなね、そういう状態になっている俺、引っ張られてる。でもこれね、無理やりギュン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 やったらですね、せっかくですね、餌に食いついて、口にですね、針が引っかかってるんですよ。ね。それをギュン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 ですね、揺らそうもんなら、もしかしたらバン外れるかもしれない。それをですね、外そうとしてグイグイ向こうやってるわけですね。あまり手荒にやると外れる。これはですね、体力を消耗させて森で一突き。体力を消耗させる。近づき、引き寄せる。まだ遠いんですよ。もう引き寄せる。そこから森で一突きして船にあげる。それがセオリーだ。これは相当な体力だ。やっこさん相当な体力ですね。なんでかって、もう4時間こうだからだよ。すごいんですよ。4時間も引っ張られてるんですよ。だいぶと東に進んでるっていうんですね。そんな話ある？もう諦めようよ、サンチャゴって。私がマノーリなで言います。もう4時間引っ張られてんだよって。これは釣りじゃない。何か違うアトラクションだ。私なら言う。それぐらいですね、4時間引っ張られて感覚がね、よーし、やっこさんやってやろうじゃないのと。ね。お前はまだまだ体力があると見た。俺はマジで腹が減ってきた。ここでですね、網でですね、引っ張りながらもう片方の手で、昼飯を食うっていうシーンが描かれるんですね。持ってきました。ね。こっちもマグロの柵が置いてあるんですね。それをですね、こっちで引っ張られながらですね、こうなりながら、船ごと引っ張られながらですね、ナイフ出してですね、ザクッとですね、切るんですね、そのマグロの身をですね、それをですね、バシャーン洗ってですね、ガブッ。思ったよ。塩を持ってくるべきだったってな。調味料なしのマグロの柵爆食い。これ地獄絵図ですよ。いや、持ってきといて、サンチャゴ。絶対、だってマグロの柵をさ、置いといて、食料にしようって思った時点で、塩か、せめてレモンかライムかけたかったっていうんですね。ハードボイルドですよ。無味のマグロの柵、スーパーで買ってきて食べてごらんなさいよ。売ってるじゃない、マグロの柵ね。あれをですね、片手ですよ。こっちこうなってますから。片手でナイフでこうやってますから、もうこんなもんですよ。こんなマグロの柵をですね、口に頬張るんですよ。無味で。それをですね、頬張ってですね、これはもう食事ではない。こいつと俺の殺し合いのための栄養補給だって言うんですね。すごい10秒チャージ。何ですかこのウィダインツナですね。もう流し込むわけですよ。それグワーなるんですね。もう気失いそうになってるんですね。そんな時俺はあの日を思い出してた。言うんですね。かつて膠着状態だった腕相撲をしたことがあるって言うんですね。かつてマッチョでムキムキ男だったサンチャゴはですね、町のならず者とですね、アームレスリングをしたっていうんですね。しかもそれが掛けアームレスリングですよね。どっちが勝つんだってことで町の酒場にもう男たちがならず者が集まって、おい、サンチャゴとあいつが腕相撲で勝負するってよ。どっちが勝つのかかけようぜなんてですね。それは朝から始まったんだ。バーでバーンね。一本の線をその男が引いた。テーブルの上にチョークでシャーッと引くんだ。そしてその上に乗せろって合図をする。俺はもちろん乗せたね。そしたら相手も乗せた。ガチッと組んで、レディーゴーだよ。レディーゴーした。わかった。あいつも強い。俺もパンパンだ。だけどな、腕は両方ともブルブル震えたまま膠着状態で1ミリも傾きもしない。力が互角だったんだ。全く動かない。そうしてどうなったと思う？夜が来たんだよ。待ってくれと。時間軸がすごすぎて、もう夜が来た。朝に始まったんだぜ。朝方、今日は朝からバーを開けてよ、やるぜなんて言って、こうやるんだ。あまりにも時間が来るからよ、やっこさんな、ラム酒をよこせなんて言うんだ。向こうの相手はね、ラム酒をよこせなんつって、マスターにラム酒をよこさせて、そのカクテルをぶち込んでからもう一回気合い入れて、はぁでも動かねえ。俺だって動かさねえからだよ。動かさねえんだ。やっこさんはもう何時間かおきにラム酒をガーでも動かねえ。これいつ終わるんだ。誰もが思った。明日は仕事があるってな。明日は仕事がある。もう夜が更けてきた。もうでもだいぶ大金かけてんだ。サンチャゴ勝つ、あいつが勝つ、わかんねえ。どっちが勝ってくんねえと、もう明日の仕事に響くんだ。とにかく決めてくれ。そんな声が聞こえたね。
明日も漁があるんだ。早く決めてくれ、サンチャゴ。全員が思ったその声を聞いて、俺は明け方に決意したんだよ。やってやるってな。そこからじわじわよ。じわ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 と相手を傾けて、ぴったりと相手の拳をテーブルになすりつけてやったのよ。その時を思い出すってやつ。思い出す。だからそんなことは経験済みだぜ。4時間網に引かれてるからなんだ。これは俺とあいつとの久方ぶりの殺し合いなんだよって言ってですね、マグロをまた口に頬張るんですね。すごい戦いです。はい。そんな中ですね、まだまだやってやんぞ独り言言ってるんですよ。このサンチャゴ独り言言うんですね。おいじじいしのぎでやれ言うわけですね。じじい、自分のことですよ。おいクソじじいしのぎでやったんだよあいつをぶち殺せ言うんですね。これ独り言です。俺は独り言を言うようになっていた。いつからだっただろう。そうマノーリンが船を降りてからだ。寂しかったんですね。寂しすぎたっていう。マノーリンが乗ってる時は一切喋らなかった。必要なこと以外はマノーリンとは喋らない。おい森、おい網、それぐらいのことでですね、基本的にはもう仕事に、集中して何も喋らなかった。だが気づいた。マノーリンがいなくなってからの俺は独り言が増えた。うわマグロ、そして漏れるんですね、言葉がね。あの子が乗ってくれてたら言うんですね。心の底から言うんですよ。あの子が乗ってくれてたらで、そしてもう一回書き消すんです。いや乗ってない。今は乗ってないんだ。一人だ。だからなんだ。ずーっと引っ張られてるんですね。ただこのあの子が乗ってくれてたらほぼ2時間おきに言います。あの子が乗ってくれてたら今頃真っ赤に燃えるようにただれてる俺の右手を揉みほぐしてくれてただろうよ。その上で俺を船から飛び降りないようにしっかりと掴んでくれてただろう。森もスタンバイしててくれたかもしれねえ。だがあの子は今いねえ。そういうことをずっと葛藤するんですね。そして夜が来た。長すぎる。日が昇った頃にその巨大な魚がヒットして、そこから夜が来たんです。そして思った。眠りたいと。寝れまてん。帰れまてんし、寝れまてん。メカジキ釣るまで寝れまてん。これが辛いんですね。寝て。寝ねえとやばい。いや、寝ないでもいける。一瞬そう思った。だが、物理的に考えてそれは無理だ。寝ねえと死ぬ。そう思って俺は寝る方を考えたんだ。体により強く巻きつけるんですね。そしてですね、向こうのね、動きが少し収まった時あるんですね。感触で分かるんですね。あれやっこさんも少し休み始めてる。今だ。今しか寝る瞬間はね、足にも巻きつけて、左手にも巻きつけて、もしバーンと右手が離れても足、その後左、そうなるようにもう絡みつけて、俺は気を失うように、ふっと寝た。その時夢を見たっていうんですね。そう。俺はある時から同じ夢ばかりをずっと見てる。誇り高きメカジキよ。しかし果たしてこのメカジキを食うに値する人間などあの港にいるだろうか。いや、いないな。そして俺は帰ろうとした。しかしそこからが本当の地獄の始まりだったんだ。